胸の大きさに沿ったシワの入れ方なんですけど、体から出っ張るからシワが出るんですか、うん、よろしくお願いします。毎度です。ひろいさんはポーズ書いてもらって、うんで私は服を着せてみます。まずは腰の位置を決めちゃってと、はい。じゃあ丸を使って腰の位置と大きさを決めて腕が腰に置いてる感じですね。すごい早く書けて羨ましいです。うん、やっぱり素体君を先に書いといて体をなんか自由にデザインしやすくなりますね。まあ1回目はこんな感じで、すごいありがとうございます。今普通のワイシャツを見ながら書いてみてるんですけど、で影はどうなるかわからないけど、簡単に私だったらこういう風に入れるかな。こんな感じです。あ、そっか。真ん中のボタンのところに全然シワ入れなかった。引っ張られてるのに。なんか股のところに結構前に傾いてるから、なんか波みたいなシワができるんだ。本当に曲がってるところがあれば、ちゃんとシワ考えた方がいい。キャラクターの左腕みたいに後ろの方にひねってるから、そのたるみは後ろに回る感じ。そして脇から出てくるシワもそのたるみにつなげるように同じ方向に行く感じ。さっきと同じように肘の中側の方にたるみができる。で、本当は髪の毛はそこにあるけど、今日の勉強になるために襟を描いてもらってます。で、お腹の方に前に傾いてるからたるみですね。まあこんな感じ。ありがとうございます。じゃあ見ていきましょう。はいはい比較タイムです。じゃあいっぱい勉強になるところはありますが、最初はさっき言ったようにこれが説得力が上がる。それ入れるだけでいいしは、これをなんか見たことあるんだけど、こういう詩は入れないんですかね。どこに引っ張られてるのかよくわからないかな。入れるんだったらちゃんと何が引っ張ってるか、どこに引っ張られてるのか、どこからたるんでるのかがわからないと、なるほど、ただの線になっちゃうから。そうですね。井上さんが書いたようにボタンに引っ張られてる感じですね。違うんだな、これが。違うんだ。胸の大きさに沿ったシワの入れ方なんですけど、ボタンじゃないんですよ。体から出っ張るからシワが出るんですか、なるほど。よく胸を強調するために自分の仕事では使う線ですよ。いいですね。こういう風に胸からそのズボンに入るようなシワは書いちゃったんですけど、そこだとめちゃくちゃズボン上まで託し上げてますよね。ちゃんとお腹の方はまだシャツの部分はあるし、ちゃんとへその下に持ってこないと、ベルトあたりは。この詩はすごいいいですね。上半身と腰と足、こういうところでたるんでる、曲がってるから、ここにたるみができるし、なんかこういうところもたるみができますね。さっき言ったようにこういうたるみはあるかもしれないけど、やっぱこの方向にひねってるから、やっぱ日野井さんが書いたようにこういうたるみの方が自然だった。で、キャラクターの右腕に
そういうのはありました。この脇から出てくるうんシワもここのたるみに合わせてる感じですか？まあ合わせてるっていうか引っ張られてるシワですからね、脇から出てるのは。うんうんうん。たるんでるシワじゃないんですよ。これはたるみで、これは脇から引っ張られてる。で、ここにもあったし、ここにも同じようなたるみがありました。まあ、さっき見せてくれたように、伸ばしてる時に結構ストレートだったんだけど、腰に置いてる時にこういうたるみができますね。で、小さなディテールですけど、これのシワ気になってます。まあ女の子の体描いたからお乳に合わせて、あとワイシャツの襟もいい加減に描かないようにね。まあギャグ漫画だったらいいんでしょうけど、本当に前回の動画でちょうどこの話もありましたね。襟の作りで本当はここですね。このボタンのところはあって、で直接下に行くより少し上で下に行くんですね。リアルめの絵を描きたいようだったらこれぐらいは覚えておかないと。そうね。で、ひろいさんがちゃんと書いてくれました。ボタンのところがあって、で、上に浮いて、で、下がる。もう忘れてる。描かないと覚えないから、こういうのは。そうだね。襟が開いてる感じになると、ひろいさんが書いたように、その中側が見える感じですね。私が書いたように、まあ、前に傾いて、襟は開いてるのに、まだ中側はほとんど何も見えない。よっぽどノリが効いてるんだろうな。そこまで形が崩れないなら。ポーズ2つ用意してくれたし、で、服、いろんな違う服を着せてみたいので、いいシリーズになりそうので、みんなぜひこのプレイリストをチェックしてください。他の動画見てお願いします。違う服とか、もう一つのポーズを書いてみますので、ぜひ楽しみにしてください。どんな服を着れたいかみんなリクエストよろしくお願いします。じゃあ、ひろいさん、今日ありがとうございます。どうもでした。バイバイ。バイなら。